はいどうも、ゴッドチャンネル GT ワークです。ちょっと前にですね、全自動の水耕栽培装置っていうのを作ってメロンの栽培始めたんですけど、実はこいつ電気食うんですね。ただですね、屋外のそんな都合のいいところにコンセントないんで、今回はですね、外壁にコンセントを作るっていうのをやってみたいと思います。で、取り付ける場所ここら辺ですね。で、水耕栽培装置自体は向こうの方にあるんで、本来はですね、あっちの方につけたいなと思ってるんですけども、でちょっといろいろ見てみると、この水道の横ら辺がね、非常に都合が良さそうなんですね。でなんでかと言いますと、これ室内なんですけども、ちょうどですね、さっきの水道の裏にコンセントがあるんですね。だもんでですね、このコンセントからうまく分岐して、外に引っ張っていけないかなっていうのをやってみたいと思います。はい、じゃあまずはですね、このもともとついているコンセント、ちょっと分解して中調べてみたいと思います。はい、これで取れましたね。で裏見てみるとですね、もともと壁から来てる線が2本下に刺さっていて、上にですね余ってる穴が2つあるんですね。でこういう機器ってもともと延長用に予備の穴が開いてるんでですね、これを使って外に延長したいと思います。はい、で外した中覗いてみるとですね、こんな風に黒いプラスチックのケースで取り付けるようになっていて、この裏ですね、ここに穴を開けて壁を貫通させれば線が通せそうな感じですね。というわけでちょっと穴開けていきたいと思います。はい、で穴開けるのに使うのはこれですね。これ直径 6mm のですね、長いドリルですね。はい、ちなみに壁の構造なんですけど、こんな風になっています。まずですね、内壁、石膏ボードがここら辺にあって、そこにですね、コンセントが埋まってます。で、その背面にですね、さっき見えてたボックスがあって、ここにですね、配線が来て電気が通ってます。でですね、断熱材、構造材、防水シートがあって、空間が空いてて外壁っていう風になってますね。で、じゃあ今回どういう作戦でいくのかといきますと、はい、まずはですね、外壁にこんな風に穴を開けます。でそこからですね、断熱材という構造材で貫通してまた穴を開けます。でこの防水シートのところですね、何もないと水漏れてきちゃうので、ここにですねパイプをガチャンとくっつけて、でその継ぎ目にですねシーリング剤塗って防水していきたいと思います。でこれは完成したらですね、ここに線を差し込んで、さっきの穴に刺して外に電源を引っ張っていくっていうような作戦でいきたいと思います。はい、というわけでまずはですね、基準となる細い穴をチャカチャカ開けていきたいと思います。お、そろそろ貫通するかな。はい、反対から出てきましたね。目測通り、ちょうど水道の横っちょに出てきてる感じですね。はい、で早速パイプを入れたいんですけども、さすがにこの穴ちっちゃくてこのパイプ入んないんでですね、ちょっとでかくしていきたいと思います。はい、というわけでこのパイプがちょうど通る大きさのドリルがありますので、それでゴリゴリ穴を開けていきたいと思います。ちなみにこの外壁、ヘーベルボードっていう外壁なんですけど、なんか水より軽くて、軽石みたいなですね構造なんでですね、結構普通のドリルでゴリゴリやると簡単に穴開きます。はい、いい感じに穴が開きましたかね。で穴の奥の方を見てみるとですね、この奥に白いものが見えると思うんですけど、これがですね糖質防水シートっていって、水の侵入を防いでくれているシートですね。ちなみにパイプを取り付ける前にですね、もともと開いている 6mm の穴、この 6mm だとですねコード通らないので、ちょっとこれ 10mm のドリルなんですけど、これでですね穴を広げていきます。はい、穴が開くとこんな感じで、ちょっと大きめの穴が開いているのが見えるかと思います。はい、穴開いたんでですね、ちょっとパイプを刺してみたいと思います。ちゃんと刺さるというか、少し緩いぐらいですね。ちなみにこれ PFD 管っていう結構耐久性の高いパイプなんですけど、自分でソーラーパネルを設置した時に使った道具の余りですね。ここ壁の中なんでですね、特にパイプの耐久性はそんなにこだわらなくてもいいと思います。
はい。で、あんまりスカスカなのも気持ち悪いんでですね、ちょっとこのパイプの周りにビニールテープ巻いて、ちょっと隙間を調整しておきたいと思います。はい、こんなもんかなと。お、いい感じでスポッとはまりましたね。まあ、後からですね、ちょっとコーキング剤でも埋めますので、まあ、こんなもんでいいでしょう。はい、じゃあですね、コーキング剤塗りながらパイプを取り付けていきます。はい、こんなもんかなと。はい、ちょっと位置ずれないようにですね、ドリル突っ込んでますけど、まあ、こんな感じでですね、まあ、隙間がないようにちゃんとシーリングできています。はい、次は防水ケース取り付けていきます。使うのはこれですね。未来工業のウォールボックス WBDM ってやつですね。で、なんでこれ選んだかと言いますと、まあ、純粋にですね、一番安かったっていうだけですね。一応ですね、詳細は概要欄の方にリンク貼っておきます。で、今回は背面から直に線が出てきますので、このボックスの裏にですね、ちょうどいい穴を開けておきます。はい、こんな感じでちょうどパイプが通るくらいの穴が開きましたね。ではこれを取り付けていきます。はい、これでしっかりつきましたかね。はい、中見てみるとこんな感じですね。で、ちょうどですね、ここにネジ打ってくれよみたいな感じのへこみがあるんでですね、そこをネジ止めすればいい感じになります。はい、次はいよいよコンセントの取り付けなんですけど、今回防水ケースの中なんでですね、こういう普通の露出コンセントっていうのを使っていきたいと思います。はい、で取り付けなんですけど、もう純粋にですね、ネジでバチバチ止めていきます。はい、これでしっかり止まりましたね。はい、次はコンセントにコードをつなぐ作業ですね。で、これコンセント取り付けるとこうネジになってますので、このネジにぴったり合うように被覆を向いてですね、中の線をくるっと丸めていい感じにします。はい、まずは電光レンチで被覆を向いてですね、こうやって先っちょをつまんでくるっと丸めて、でちょっと整えるとですね、はい、ハテナマークみたいないい感じになりましたね。はい、コード差し込んだらですね、このネジを緩めて、さっき丸めたですねところに、あれこれなんかちょっと違うやつだな。しまった、これ丸めてつけるやつじゃなくてストレートのままねじ込むタイプのやつですね。うん、やり直し。はい、完成するとこんな感じで、普通のコンセントがボックスの中に入っているイメージですね。はい、次はシーリングですね。で、少しでも綺麗に見せるためにですね、こういう風にマスキングテープ貼ってついちゃいけないところはこうやってマスキングします。はい、マスキングが終わったらいよいよシーリング剤の塗布ですね。こういう風にマスキングテープの隙間に充填していくような形で塗っていきます。
ちなみにシーリング材なんですけど、こういうデコボコしたところはですね、ヘラとか使うよりもビニール手袋はめてですね、指で広げた方が結構綺麗に塗れたりします。はい、シーリング剤塗り終わったらですね、乾く前にマスキングテープを剥がしていきます。はい、これで綺麗に全部剥がれた感じですね。はい、じゃあ試しにちょっと挿してみますかね。はい、これ USB の充電器なんですけど、これ挿してケーブルも挿してで閉めると、閉まんないですね。はい、このパターンだとちゃんと閉まりましたね。はい、ここら辺の収まりはちょっとおいおい考えますかね。はい、次は電気配線の接続ですね。でさっき外から通した配線をいい感じに切って元あるコンセントに差し込んでいきます。ちなみに家の電気配線いじるのですね、電気工事士の資格が必要です。これバレないからって言ってこっそり無資格でやっちゃダメですよ。でここら辺はもう線差し込むだけで難しいこともないので、ちょっと早送りで見ていきますかね。はい、というわけで最後にカバーをパチッとはめれば、はい、元通りですね。言い忘れてましたけど、配線いじるときはですね、事前にブレーカーを落としておくと感電しなくて安全です。はい、テスタも問題ないようでしたので、実際にコンセントつないで動かしてみましたが、ちゃんと動いてるかなと。はい、ちょっと分かりにくいんですけども、この飛び出たホースの下にですねポンプがついていて、ゴボゴボゴボっと音がしてれば OK なんですけど、大丈夫そうですね。はい、これでバッテリーを毎回交換する生活から解放されましたね。はい、というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。外コンセントって意外に使いたくなるシーン出てくるんでですね、もしこれから家を買おうっていう方いらっしゃいましたら、初めからつけとくのがおすすめです。でこれからもですね、変わったものとか面白いものいろいろ作っていきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で心の拠り所になりますので、ぜひよろしくお願いします。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。